こんにちは。今回はですね、キーボードのお話なんですけれども、ASUS さんからまた使い勝手の良いゲーミングキーボードが発売されるということで、こちら、ROG Falsion ACE75HE というゲーミングキーボードとなっております。今回実は先行でね、試させていただいておりましたので、使ってみて感じた良い点だったりとか、気になった点というところ、それぞれお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。はい。では、まずですね、ざっくり概要からなんですけれども、今回新たに発売されるこちらのキーボード、ROG Falsion ACE75HE はですね、ラピッドトリガー搭載のキーボードになっていまして、もともと評判も良くて、プロゲーマーさんとかも愛用している ROG Falsion Ace シリーズの後継モデルとなっていますね。実は自分もですね、全モデルのこちら ROG Falsion Ace HFX を愛用させてもらってまして、このデザインだったりとか、スペック的にもすごく気に入っているキーボードなんですけれども、そこからさらにいろいろと進化していまして、これね、レイアウトがまず 75% になっているんですけど、それだけではなくって、ここにこの調整ホイールがついていたりとか、軸もね、HFX V2 にね、バージョンアップしております。ボディについてはですね、横がですね、約32センチほど、縦が14センチほどとなっていまして、重量が約 872g と、ちょっとね、前モデルから比べると、レイアウトも違うんでね、当たり前なんですけど、一回り大きくなっていますね。ここの重量に関しては、サイズアップだけではなくって、天板の構造もこれ変わっていることが要因でして、前モデルがですね、ここ、トップが金属の天板になっていたんですけど、それ以外のフレームはですね、樹脂製になっていて、この辺も全部樹脂。サイドも樹脂になっていたんですけど、75HE はですね、実は天板からこのサイドのところまで金属筐体となっていまして、高級感と耐久性がアップグレードされています。背面などはね、まだそのまま樹脂製のままなんだけど、個人的にはこの仕上がりかなり好きですね。はい、あと、前モデルで採用されていたこのラピッドトリガーボタン、こちらも引き続き継続していまして、ここを起こすことによってラピッドトリガーオンになるという機能でございます。これやっぱり使いたい時だけ切り替えれるので、ゲームと作業を行き来する自分にとってはかなり重宝している機能になっています。で、さらにですね、アクチュエーションポイントの調整用のホイールっていうのがここね、追加されていまして、専用ソフトを使わなくともですね、本体側でアクチュエーションポイントのこのミリ数っていうのを決めることができます。マルチファンクションボタンとタッチパネルっていうのをね、継続していますので、こちらでボリュームや画面スクロールなどの操作を、指をなぞるだけでね、実施できるようになっています。これはね、前回から変わらずっていう感じですね。ちなみに前モデルにね、機能としてあったこのデュアル USB-C っていうのがなくなりまして、複数台の PC に接続して1台でね、切り替えできるっていう、そういった機能っていうのはなくなりましたので、基本的には接続は1台のみとなりますね。とはいえそこまで有線で2台つなげたいっていうニーズってね、結構限定的だと思いますので、ここはね、そんなに問題ないかなとは思っています。で、角度調整については2段階対応していまして、1段階と2段階。これは変わらずって感じですね。何もないときはこんな感じで。はい、1段目がだいたいですね、8ミリぐらい。で、2段目からは15ミリぐらいですね、高さを変えることができます。レイアウトに関してはですね、こんな感じになっていまして、F キー、ファンクションキーがですね、ちょっと独立するような形になっていますので、タイピングもすごく配慮されている設計となっていますし、またですね、こういった専用のキャリーケースっていうのがついてきまして、予備のキーだったりとか、あとこの L 字のね、USB ケーブルっていうのも付属しています。やっぱりオフライン大会とかへのね、持ち運びっていうところも想定したアクセサリーが、この ASUS さんが設計しそう現れているなと思いますね。そしてキーキャップについてはですね、PBT のダブルショットのキーキャップになっていまして、これは変わらずといった感じですね。で程よい光沢がある、高級感のある仕上がりになっていると思いますね。で、前の軸のキーキャップ
に比べてですね、若干ではあるんですが、これ前のキーキャップで、こっちが新しい方のキーキャップ。若干ではあるんですが、厚みもですね、増しているかなと思います。はい。軸についてはですね、今回2種類となっていまして、ROG HFX V2 と、あともう一つ V2X の磁気スイッチから選ぶことができるようになりました。こちらのモデルはですね、ROG HFX V2 のモデルなんですけれども、フォトスワップ対応なので、後からですね、V2X スイッチに交換することも可能になります。実は今回ですね、こちらの V2X のモデルの方もお借りすることができまして、この特殊なね、内部構造、X スタビライザーがね、どんな感じに動作してくれるのか、すごく気になっているので、後ほど打鍵感とかね、比べてみたいなと思います。はい。でね、どちらもコトコトと良い打鍵感だったと思うんですけれども、個人的には特にこの V2X 軸がですね、かなり好みだなと思いました。少し軽めの打鍵感なんですけれども、この軸の形状がですね、少し大きくなっていまして、このキーキャップ自体もやっぱしっかり支えてくれているおかげなのかなんですけど、軸のブレっていうのがほとんどないんですよね。こっちだとちょっとやっぱり揺れる部分、ブレる部分あるんですけど、これほとんど動かないです。これすごいですよ。どちらかというと V2X 軸の方がおすすめかなとは思いますね。ちなみにですね、全モデル、こちらの ROG HFX 軸に関しては、総ストローク 4mm ほど、で、オーカーツも 55g ホースだったので、ちょっとやっぱ反発感のある、しっかりとした打鍵感だったんですけれども、こちらの 751E はですね、程よい打鍵感となっていて、個人的にはすごくね、打ちやすくなったかなと思っています。はい、で LED はですね、北向きなんですけれども、ライティングも綺麗ですね、印字もすごく見やすいかなと思っています。そしてですね、制御ソフトについては、ASUS デバイスアプリの Armoury Create が不要でして、実はブラウザの GearLink というサイトにアクセスをして、キーボードと接続を許可することによって、簡単に設定変更というのができるようになります。ここでね、ラピッドトリガーのアクチュエーションポイントも調整できるんですけど、実は ROG HFX V2 がですね、0.01 ミリ単位での調整が可能になりまして、本当プロユースっていうところも想定した設定をね、もうすごく突き詰めていくっていうことも可能になっています。これすごいよね。で、ライティングパターンも変えれますので、こんな感じで光ってくれます。はい、ということで、ここまでですね、ROG Falsion Ace751 の魅力や、全モデルからの変更点というところを中心にお話をさせていただきましたが、で、ここからはですね、ちょっと気になった点というところも共有しておきたいなとは思います。まず一つ目がですね、こちらのレイアウトに関してなんですけど、これのこのデリートの位置ですね。この辺はめちゃくちゃ個人的に感じた部分でもあるので、個人差あると思うんですけど、今の自分が所有している 60% からこの 75% ぐらいのキーボード、だいたいデリートキーがですね、右端に配置されてまして、押し間違い、ここだとね、少ないんですけど、こちらの ROG Falsion Ace751 は、エンドキーが来て、で、インサートキーで、その次にデリートキーとなっていますので、どちらかというと、点キーレスタイプに近い配置となっています。ちょっとこれがまだ慣れていなくてですね、右端のこのエンドキーを押してしまったりとか、その一つ下っていう認識があるんで、インサートキーを押してしまっていたりとか、そういうのがちょっとありましたね。なんでこれは慣れるまで少しミスが多くなっちゃいそうかなと思いました。こっちはね、全モデルがインサートキーの下にデリートキーなんで。またですね、もう一つここ、タッチパネルについてですね。これね、もう全機種、こっちの時からの話ではあるんですけど、
レスポンス自体はね、そんなに悪くないんですが、やっぱ細かい調整っていうのは難しく感じましたので、アクチュエーションポイントの調整だけじゃなくて、その他のこのボリュームとかね、その辺もこのダイヤルで調整できるとなお嬉しかったかなと思いました。であともう一つね、価格の部分はどうしてもいいお値段にはなりますので、安直にですね、コスパがいい機種っていうのはなかなか言いづらいのかなと思うところがあります。なんですけど、使いやすい 75% キーボードの選択肢の中でですね、筐体や軸のスペック、機能性だったりとか、すべてが高水準にまとまっていまして、全体的な完成度とバランスがね、すごくいいゲーミングキーボードだなと思いましたので、この1台で満足できないっていう人はね、かなり少ないのかなと思います。いいものを1台買っておけば長期で使用もできますし、仮に今はこの全ての機能を使いこなせなかったとしてもですよ。それこそゲームが上達していって、将来的に設定を自分で追い込んでいきたいんだみたいな、後から出てきてもこれちゃんと対応できるモデルですので、今のキーボードからのステップアップだったりとか、それこそ最初に購入するゲーミングキーボードとしても全然ね、満足度が高い選択肢になるかなと思います。今回ご紹介したこちらの ROG ファルシオン A751 ですね、概要欄に製品ページ載せておきますので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。こちらのチャンネルではこういったゲーミングデバイスのお話だったりとか、撮影機材等々のお話をしているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。